はい、皆さんこんにちは。今回の動画では FX 初心者が必ず知っておくべき基本エントリーポイント8つについて解説をしていきます。どこでエントリーしたらいいのかわからない。相場の流れに乗ることができない。今のやり方で合っているのかわからない。こういったエントリーの悩みを持っている方は多いかと思いますが、実はエントリーには相場の原理原則に沿った基本パターンというものがあります。そこで今回の動画なんですけども、まずですね、エントリーポイントについて多くの方がしてしまう2大間違いについて、僕自身の初心者の頃の過ちを交えながらお話をしていきます。その次に、そもそもエントリーってこういう考えのもとにしていきますという点をお話しします。その後に基本形のパターン8つですね。これを図解とチャート両方で解説をしていきます。図解で考え方を整理しつつ、チャートで具体例を確認という形です。で、さらに次なんですけども、このパターンを紹介して終わりではなくて、実践編としてですね、これらを実際に使っていくときに重要なポイントについてお話をします。最後は MACST メソッドです。こういう順番でお話をしていきたいと思います。では早速始めていきたいと思いますが、その前に一つ重要な点です。パターンだけ知りたいという方は、動画の概要欄にチャプターを貼ってありますので、それを使っていただくとジャンプできるんですが、もしこの動画を開いた方の中で今からお伝えすることに当てはまる方は、間違いなく1と2から聞いてもらった方がいいです。まず一つ目なんですけども、今までいろいろとエントリーポイントと名前の付くもの、手法を試してきたが、どれもうまくいかないという方。で、二つ目が、これまでインジケーターだけを見てエントリーをしてきて、値動きに関心を払ってこなかったという方です。で、これらに当てはまる方は、おそらく3番だけを見ても問題解決にならないと思います。ですので、もし本当にエントリーで悩んでいるという方は、頭から見ていただくのがいいかなというふうに思います。僕は初心者の頃もですね、もちろんエントリーポイントの悩みってあったんですけれども、今日お伝えすることを理解した日からエントリーに関する悩みはなくなりました。ゼロです。ですので、この動画を最後まで見てもらえれば、エントリーの悩みはかなり減るのではないかと思います。では早速始めていきましょう。では一つ目のエントリーポイントの2大間違いのところから見ていきましょう。まず間違いの一つ目なんですが、エントリーポイントを探すというものです。どこかトレードできそうなところはないか、短期と長期の移動平均線がクロスしているところはないか、RSI が売られすぎ水準に来ている銘柄はないか、3ゾンができているところはないか、何でもいいです。こういったものをですね、チャートから探して片っ端からエントリーしようとする。いやいや、エントリーするんだからエントリーポイントを探すのは当たり前でしょ。そういうふうに考える方もいらっしゃるかもしれません。ただですね、こういうのはビジネスで例えるならば、例えばですね、皆さんがプレゼン資料の準備を依頼されたとしましょう。資料の見栄えを良くするために、スライドのデザインやフォントや色使いを何度も調整して完成させたら、肝心の伝えるべき内容やどう伝えるかのストーリーが全く考えられていないことに最後に気づいたという状況に似ています。細部ばっかりに気を取られて全体が見えていない。木を見て森を見ずってやつですね。つまり相場の状況を一切見ないで、とにかくエントリーをしようとしているということです。ちなみに僕が初心者の頃やっていたのは、移動平均線から価格が反発したらひたすらその動きに乗ろうとしていました。だからひたすら上昇している移動平均線を探して、移動平均線まで下げてきたらエントリー。そんなような状態でした。で、もちろんうまくいく時もあるんだけれど、負ける時もある。同じ条件でエントリーしているはずなのに、勝ったり負けたりの繰り返し。その2つの違いがわからない。なぜだろうか。混乱という言葉がぴったりの状況でした。実はエントリーポイントっていうのは探す必要は全くなくて、相場状況がしっかりと把握できていれば、エントリーする場所は必然と絞られてきます。それが今回この動画でお伝えしたいことの一つです。では間違いの二つ目見ていきましょう。二つ目はエントリーの基準がない、もしくはコロコロ変えるというものです。例えばですね、ボリンジャーバンドのマイナス2シグマラインにタッチしたらエントリー。これでですね、トレードを5回とか10回行います。例えば5回トレードしたとしましょう。そのうち3回くらい負けると、ああ、やっぱりダメだなとなって、今度は別の手法を試してみる。RSI も組み合わせてみよう。で、また5回ぐらいトレードして、なんかうまくいかない。じゃあ MacD のゴールデンクロスを組み合わせるか。で、MacD 入れるとなかなかエントリーできる条件が揃わないな。やっぱり外すか。こんな感じでですね、エントリーの判断方法もツールもコロコロ変わるといった感じです。このような感じでエントリーポイント迷子になっている方少なくないと思います。それを解決するためにこの動画ではどういう考え方でそこがエントリーポイントになり得るのか、その考え方とともに解説します。ではですね、ここまでエントリーに関する2大間違い見てきたわけなんですけども、じゃあなんで今回お伝えするようなエントリーポイントの基本形を学ぶ必要があるのか、次はその点について見ていきたいと思います。
まず1点目なんですけども、トレードのタイプというのは基本3つしかありません。で、その3つというのがトレンドフォロー、逆張り、レンジの3つです。トレンドフォローというのはこういうようなトレンドが発生していて、このトレンドの方向に沿ったポジションを持つというトレードの方法です。逆張りというのはこの全く逆ですね。このようなトレンドが発生している方向と真逆の方向をポジションを取るというのが逆張りのトレードスタイル。それからレンジというのは、このようなレンジ相場ですね、横ばいの動きが継続している中で、このレンジ内部で取引をする、そのようなトレードのタイプということになります。で、僕は初心者の方や、まだ結果が出なくて悩んでいるという方には、まずはトレンドフォローに特化するということをお勧めしています。で、その理由というのは2つです。まず1点目なんですが、相場の助けを得やすいというもの。特にですね、最初の頃というのは、エントリーするととにかく逆行するという状態が多いと思います。ただトレンドフォローであれば、もちろん多少逆行したりっていうことは発生するんですけども、相場の助けを得て持ちやすいという点が特徴です。それから2点目が利益を伸ばしやすいということ。この利益を伸ばすということも最初の頃はですね、苦手とする方が多いんですが、勝っている時に適切に利益を伸ばせないために、終始マイナスや終始トントンの状態から抜けられないという方は多いです。相場にはですね、トレンドはフレンドという言葉もある通り、まずはトレンドフォローからしっかりと取り組んでいくのがいいのではと思います。ではですね、このトレンドフォローなんですけれども、このトレンドというものをどのように把握したらいいのか。皆さんはトレンドとは何か説明できますでしょうか？移動平均線が上昇していることでしょうか？それともトレンドラインが引ける状態にあることでしょうか？普段ですね、移動平均線とか RSI、MACD などのインジケーターを中心にチャートを見ている方は、トレンドの捉え方が今回この動画でお伝えすることと違うかもしれませんので、まずそこをおさらいしていきたいと思います。トレンドの定義について上昇トレンドと下降トレンドに分けて解説をしていきたいと思います。まず上昇トレンドなんですが、上昇トレンドというのは高値と安値の切り上げが継続している状態のことを言います。例えばこのような値動きが発生しているときに、こういったポイントやこういったポイントのことを高値、こういったポイントやこういったポイントのことを安値というふうに言いますが、この高値の切り上げと安値の切り上げが継続している状態のこと、これを上昇トレンドというふうに呼びます。一方の下降トレンドなんですが、下降トレンドというのは高値と安値の切り下げが継続している状態のこと。このような値動きが発生しているときに、こういったポイントやこういったポイントのことを高値、この点やこの点のことを安値と言いますが、この高値の切り下げと安値の切り下げが継続している状態のことを下降トレンドと言います。そしてエントリーというのは、今回は先ほどもお伝えした通り、トレンドフォローという前提でお話をしていきますけれども、相場の流れが継続する範囲で流れの方向に注文を置くことということになります。ですので、今回お伝えするエントリーの基本パターンについても、トレンドフォローに限定してお伝えしていきたいと思います。ここまでで1番と2番についてお話をしてきましたので、ここまでの内容を踏まえた上で、次は基本パターンを見ていきたいと思います。では、ここからは基本エントリーパターン8つを見ていきましょう。今回は上昇トレンドのトレンドフォロー、つまり買いのエントリーを例にとって8つのパターンすべてを解説していきます。下降トレンドの場合の考え方も同様ですので、この動画を参考にしてぜひ考えてみてください。まずは1つ目のカテゴリーである高値ブレイクまたは安値ブレイクのカテゴリーから見ていきましょう。まずはですね、この左側の図を使って考え方の整理をしていきたいと思うんですけれども、先ほどお伝えした上昇トレンドの定義をもう一度思い出してみてください。上昇トレンドというのは高値と安値の切り上げが継続している状況でした。ではこの図でどうなったら上昇トレンドの継続が確定すると思いますか？ 3 秒動画を止めますので、ぜひ考えてみてください。では正解いきましょう。正解はこちらの高値を超えた時です。この高値を超えると、それまで発生している高値の切り上げ、それから安値の切り上げですね。この流れがさらに続く可能性が生まれます。今僕可能性と言ったんですけれども、あくまで可能性です。相場というのはですね、残念なことに100%こうなるっていうのがないんですね。なので、ここの高値を超えたとしても、そこから急転直下でこのように下がって、今度は下降トレンドが始まってしまう。そういうことになってしまうことだってあるんです。ただし、ここの高値を超えたことで、それまでの上昇トレンドがさらに継続する可能性が出た。これはこの時点で事実なわけですから、今後も上昇トレンドが継続していくという想定のもとに、この高値を超えた直後にエントリーする。これが一つ目のエントリーパターンです。このように高値や安値、
または後ほど解説するラインを超えていく動きのことをブレイクと呼びます。そして高値をブレイクしたことを確認したら、その直後にエントリーを行うことを高値ブレイクアウトのエントリーと呼びます。ではですね、ここまでのお話を一旦チャートを使って見ていきたいと思います。今表示しているチャートはゴールドの冷やしチャート。2025年2月付近のデータを表示している状態です。これ見ていただくと上昇トレンドが発生しているということがわかると思います。チャートの左側の部分ですね、このように高値安値切り上げる動きが発生しています。そして今度チャートの真ん中付近なんですけども、一時ですね、このような横ばい状態が続いていたんですが、その後反発して再びここの高値を超えて、こういった上昇の動きっていうのが発生しているということがわかると思います。そしてここの高値のところから反落して、もう一度反発してきたという場面です。ではこの後の予想を見ていきましょう。はい、今ここの高値を再び超えてきました。これによって上昇トレンドの継続が確定したということになりますので、ここの高値をブレイクしたことを確認して、その直後にエントリーするというのがブレイクアウトのエントリーです。ここがエントリーポイントになり得るということですね。さて、先ほどの図解のところでお話をした100%はないという話を思い出してください。僕はあくまで上昇トレンドが継続するという想定でエントリーするというふうにお伝えしましたよね。では、その想定が崩れるポイントはどこでしょうか？これもですね、ちょっと考えてみてください。はい。では正解をいきましょう。正解は、ここの安値を下に超えてきたタイミングです。はい。ここの安値を下に超える。つまり、ブレイクすると、それまで続いていたこの高値安値切り上げの流れ、どうでしょうか？崩れてしまっていますよね。ここの安値を下にブレイクしたことで、ここの安値からここに向かって安値が切り下がっています。ということで、ここの安値を割ったタイミングが上昇トレンドが今後も継続するという想定、こういうのシナリオって言うんですけども、それが崩れるタイミングです。だからここを損切りにできるということです。損切りポイントですね、どこにしたらいいのかわからないという方、このように値動きに忠実に見ていけば明確になるのではないでしょうか。ではこの後の様子を見ていきましょう。このような形でさらに高値を更新していくことになりましたので、今回は上昇トレンド継続にうまく乗れたケースということになります。はい、そうしたら次ですね。エントリーしたのはいいんですけれども、どのくらいまでそのポジションをホールドしたらいいのか。例えば今回はエントリーはこの赤の矢印のところでエントリーをして、損切り位置を例えばここの安値の下に置いたとすると、この損切り位置までの値幅と利益の値幅の比率のことを期待値と言ったり、リスクリワードというふうに呼んだりするんですが、例えばこの期待値が2のポイントや3のポイントまで狙ってみる。そのように考えるというのが一つの考え方です。これについてはもちろん相場状況によって異なるんですけども、目安にできるいくつかの考え方がありまして、過去に投稿したこちらの動画で詳しく解説しています。今回の動画の中でこれらの考え方をすべて説明してしまうと動画かなり長くなってしまいますので、こちらの動画をぜひ参考にしてみてください。今回の動画ではエントリーに絞って解説をしていきたいと思います。では続いて2つ目のエントリーパターンを見てみましょう。同じ高値ブレイク、安値ブレイクのカテゴリーなんですが、別のエントリーの方法です。ではですね、2つ目のエントリーパターン見ていきたいと思うんですけども、先ほど使ったこの左側の図を右側にコピーしてきましたので、今度はこちらの図を使って続けていきたいと思います。この右側の図なんですけども、ここの高値をブレイクして上昇トレンド継続が確定した場面です。今皆さんですね、チャートのここの部分にいると仮定してください。ではここでもう一つ質問なんですけども、この後の値動きがどこまでの範囲で動くならば、このトレンド継続の判定というのが有効になりますでしょうか？これもですね、一つ目のパターンのお話と同様に考えられますので、少し考えてみてください。では正解をいきましょう。正解はここまでです。ここの安値を下に抜けてしまうと、トレンド継続の条件が崩れてしまいます。それまではですね、このように高値安値切り上げる流れっていうのが継続していたんですけども、ここの安値を下に抜けることでその流れ崩れていますよね。ということは逆に言えば上昇トレンドが継続するという仮定のもとにエントリーするのであれば、ここからここまでのゾーンであれば正直どこでもいいということになります。どこでもいいと言ってもですね、このゾーンの内部で美味しいところ、美味しくないの濃淡はあります。ではどうなったらエントリーするのか。これを考えるために一つ皆さんが日常生活で買い物する時の例を考えてみましょう。最近はですね、物価が上がってるっていうのが至るところで話題になっていると思いますが、例えば去年は卵1パック200円で買えたものが、今年に入って少しずつ250円、280円と値上がりして、
今は例えば300円出さないと買えないとします。そんな時、皆さんがふとスーパーに行ったら、1パック230円で売っていました。お買い得ですよね。ずっと価格が値上がりし続けている中で、安い価格で卵を売っているのを見つけた。今後も卵の価格は上昇して、来週になったらもしかしたら320円になるかもしれない。よし、お買い得だ、買おうってなりますよね。このように下がったところで買うというのが2つ目のエントリーパターンです。価格の上昇傾向が続いていて、かつそれが今後も上昇し続けるという想定、シナリオにおいては安い価格で買った方がお得なわけです。卵はですね、買ったら食べてなくなってしまいますけれども、これが株とかゴールドといった資産であれば、安い価格で買った方がその後の値上がり益は大きくなりますよね。これは日常生活で僕らが普段無意識でやっていることなんですけども、これは投資でもトレードでも同じことなんですね。そして投資やトレードにおいて安く買うこと、高く売ることのもう一つのメリットは何かというと、期待値が高くなるということです。先ほど使用したこの左側の図ですね。例えば、ここの高値をブレイクして、ここのポイントでエントリーしたという場合、損切りの位置をですね、ここの安値にしました。ここが損切りのポイントです。ストップロスと書いておきます。このエントリーのポイントから損切りまでの値幅ですね。これが逆行した場合の損失となります。一方でエントリーした後価格が上昇して、ここで利益確定したとしましょう。利益確定のポイントには TP と書いておきます。そうするとエントリーのポイントから利益確定ポイントまでの値幅、この値幅が利益になりますが、この損失幅と利益幅の比率のことを期待値とかリスクリワードと呼びます。そして投資やトレードにおいては一般的にはこの期待値は高い方が望ましいです。同じ勝率、同じリスクで戦っている2人のトレーダーがいたら、期待値の高いトレーダーの方がより多くの利益を出せることになります。例えばこの図で損切り位置と利益確定の位置が同じなのであれば、例えばエントリーの価格をもう少し安いところで買うとすると、その分利益の値幅というのは増えることになりますよね。エントリーした位置から損切り位置までの値幅が例えば1だったとしましょう。そしてエントリーの位置から利益確定までの値幅も同じように1だとすると、今期待値は1割る1で1ということになりますが、仮にエントリーの位置をもう少し安い価格でエントリーして、この辺りにしたというふうにしましょう。損切り位置と利益確定の位置は同じという仮定です。例えば損切り位置までの値幅が今回は 0.5 になったとしましょう。そして今度は利益の値幅の方は 1.5 になったというふうに仮定すると、期待値は 1.5 割る 0.5 で3ということになります。この話もしだすとキリがありませんので、一旦このまま続けたいと思います。この期待値やリスクリワードについては、それだけを解説した動画を過去に公開しています。概要欄にリンクを載せていますので、合わせて視聴してみてください。では続きを見ていきましょう。もう一度右側の図に戻ってください。できるだけ安い価格で買う、下がったところで買うということですが、じゃあ具体的にどのぐらいまで下がったら買えばいいのか。ここでは必ず知っておくべき相場によくある値動きの特徴をお伝えしたいと思います。高値をブレイクした後や安値をブレイクした後に価格がそこに戻ってきて、そこから再び反発反落していく。今の例だと、ここの高値をブレイクして、再びこの高値のところまで価格が戻ってきてから元の方向ですね、この上側の方向に再び反発していくというのは相場の動きでよくある特徴の一つです。これをロールリバーサルと呼びます。なので、そのロールリバーサルが起きる可能性のある高値まで戻ってきたところというのがエントリーポイントになり得るということなんです。このように価格が上昇した後に下がる動きのことを押し目を形成するとか押すと言います。高値をブレイクしたら、ブレイクした高値の付近まで押すのを待ってエントリーする。この2つ目のエントリーパターンのことを高値ブレイクの押し目買いエントリーと言います。ではここまでの動きを再びチャートを使って見ていきましょう。先ほど確認したゴールドのチャートを再び表示しています。このような上昇トレンドが発生しています。この後の動きを見ていきましょう。今ここでここの高値をブレイクしましたので、上昇トレンドの継続が確定しました。そして今先ほどブレイクしたここの高値のところまで再び価格が押してきました。このまま上昇トレンドが継続していくのであれば、ここの安値を割らないはずですから、その想定のもとにここの高値のところまで戻ってきたところ、押してきたところでエントリーするということになります。ではこの後の動きを見ていきましょう。今回はこの高値のところでピタリと反応して、そのままさらに高値を更新していく形となりました。ですのでこれは高値をブレイクした後、ロールリバーサルが発生して、さらに上昇継続になったケースということになります。ではここまで高値ブレイクと安値ブレイクのカテゴリーで2つのエントリーパターンを見てきましたが、両者の違いとメリットデメリットについて改めて整理していきましょう。左の図が1つ目のエントリーパターンの高値ブレイクアウトのエントリー。
右が2つ目のパターンである高値ブレイクの押し目買いのエントリーです。実はトレンドフォローのエントリーというのは、ブレイクアウトと押し目買い戻り売りの2種類しかないんですね。ではまずブレイクアウトから見ていきたいと思うんですけども、皆さんこんな経験はないでしょうか？チャートを見ていたら大きな上昇トレンドが発生している銘柄を見つけた。先ほど紹介したようにできるだけ安い価格で買おうと思って下がるのを待っていたら、待てども待てども一向に下がってくる気配がない。それどころかどんどんと上昇していってしまった。相場には押し目待ちに押し目なしという相場格言がありますけども、押し目を待っていたら乗れなかったというケースですね。悔しいですよね。そういう時こそ相場が勢いに乗ってギューンと一直線に伸びていく。ブレイクアウトエントリーというのは先ほどもお伝えした通り、ブレイクを確認したらその直後にエントリーをするので、このように相場の流れを見逃すということがありません。またエントリーも簡単です。ブレイクするのを待ってエントリーするだけです。ただデメリットとしては、押し目買いに比べるとリスクリワードが悪くなるという傾向があります。これは先ほどの例で説明した通りですね。一方で右側の押し目買い戻り売りなんですけども、これのメリットとしては、リスクリワードがブレイクアウトに比べると良くなる傾向にあるという点が挙げられます。一方のデメリットなんですけども、まず一つ目が押し目や戻り目を形成しない相場でトレードできないというものです。これは先ほど紹介した例ですね。押し目を形成するのを待っていたらそのまま上がっていってしまって価格がどんどん上昇するのを指を加えて見ているしかない。そういったケースでは押し目買い戻り売りのパターンだと相場の流れには乗れないということになります。そしてデメリットの二つ目なんですけども、押し目戻り目で相場の流れに乗れるかはわからないということです。例えばこの右側の図の赤の丸で印をつけたところですね。ここで待っていたら、この少し上のところで反発して上がっていってしまった。高値をブレイクしたからといって、必ずここの高値まで押してくるなんて保証はどこにもないわけです。このようにですね、どちらの方法もそれぞれ一長一短ありますので、それぞれのプラスの面、マイナスの面、両方を勘案しながら選んでいく必要があるということになります。例えばですね、皆さんがチャートを見ていて、この値動きに関しては方向感に自信があるということであれば、多少ですね、期待値、リスクリアードが悪くなるというリスクを受け入れてでも、相場の流れに乗るということを優先したいということであれば、ブレイクアウトのエントリーを採用する。そんな風にですね、考えていけばいいと思います。もちろんですね、ブレイクアウトと押し目買い戻り売り、どちらかしかやらないという風に決めてしまうっていうのも手だと思います。では次のカテゴリーに移りましょう。次は水平線ブレイクのカテゴリーです。水平線というのはサポートラインとレジスタンスラインと言い換えてもいいです。サポートラインというのはこの図の左にある通り、複数回反発の起点となったラインまたはゾーンのことを言います。一方のレジスタンスラインというのは複数回反落の起点となったラインもしくはゾーンのことを言います。ではまず3つ目のエントリーパターンを見ていきたいと思いますが、これは水平線として引いたレジスタンスラインもしくはサポートラインをブレイクしたことを確認して、その直後にエントリーするブレイクアウトのエントリーです。例えば左側の図を見てください。ここから反発が始まって反落。で、またもう一回反発するんですけども、同じ高値のところで頭を押さえられてまた下落。ただここからもう一度反発して、このレジスタンスラインをブレイクしたことで、ここの高値が切り上がり、ここの安値からここの安値へと切り上がったことで、つまり上昇トレンドがスタートすることになるので、その上昇トレンドが継続していくという想定で、このレジスタンスラインをブレイクしたところでエントリーというのが3つ目のパターンです。では今のお話をチャートを使って見ていきたいと思います。今表示しているチャートはドル円の冷やしチャート、2023年4月のデータを表示しています。チャートの真ん中付近ですね、このように反発の動きが発生して、そこから下がって、もう一回反発して反落します。で、もう一度反発するんですけども、同じ高値のところで反落したという場面です。この後の動きを見ていきましょう。はい、今ここの動きでこのラインをブレイクしてきました。で、この水平線をブレイクした後の動きに注目してもらいたいんですけども、このように高値と安値を切り上げる動きというのが発生していることが確認できます。ここの左側の部分もそうですね。ここもこのように高値安値切り上げて、そこから下がって再び高安切り上げる動きが出ているということになります。つまりここの部分上昇トレンドということになりますので、このまま上昇トレンドが続いていくという想定でブレイクしたのを確認してその直後で入るというのが3つ目のエントリーパターンとなります。損切り位置なんですが、上昇トレンドの根拠が崩れる、ここの切り上げた安値の下に置くことができます。はい。ではこの後の動きを見ていきましょう。はい、今回はこのように上昇トレンドが継続していく流れに乗ることができたケースとなりました。今度は4つ目のパターンを見ていきましょう。4つ目は同じ水平線ブレイクですが、押し目買い戻り売りのエントリーです。
考え方は2つ目のパターンとして紹介した高値安値ブレイクの押し目買い戻り売りと同じです。ただここでは一つ新しい考え方を紹介したいと思います。先ほど左の例で紹介したように上昇トレンドがスタートする形となりました。ではこの上昇トレンドが今後も継続していくという想定が有効な範囲はどこかというと、この安値までとなります。なので、このレジスタンスラインをブレイクした地点から、この安値までのゾーンの中で下がってきたところでエントリーをするというのが4つ目のパターンです。具体的なエントリーのポイントとしては、まず1つ目ですね。高値ブレイクの押し目買いのケースと同様に、レジスタンスラインまで価格が押してきたポイントがまず1つ考えられることになります。そしてレジスタンスラインから価格が反発していけば、先ほど紹介したロールリバーサルと同じ動きをして上昇が継続していくということになります。このように過去にレジスタンスラインとして機能していたラインがブレイクされて今度はサポートラインとして機能することをレジサポ転換と呼びます。逆のケースでこれまでサポートラインとして機能していたラインがブレイクされて今度はレジスタンスとして機能することをサポレジ転換と呼びます。両者ともに概念は同じです。ですのでレジスタンスラインをブレイクしてそこまで押してきたところでエントリーするというのは上昇トレンドが継続しかつロールリバーサルが発生する見込みでエントリーするということになります。そしてその想定が崩れるのがこの安値を下にブレイクしたタイミングなので、ここを損切りにできるということですね。では先ほど確認したドル円チャートを使って今のお話を確認していきたいと思います。チャートは今この水平線レジスタンスラインをブレイクしたところです。この後の動きを見ていきましょう。はい、今ですね、このレジスタンスラインをブレイクした後に、ラインまで再び押すという動きが出てきましたので、このまま上昇トレンドが続いていくという想定で、ここでエントリーしたとします。損切り値はここの安値の下ですね。で、続きの動きは先ほども確認した通りですが、今回はレジスタンスラインのところでロールリバーサルが発生して、そのまま上昇につながっていったケースということになります。では水平線ブレイクの押し目買いについて、2つ目のエントリー方法を紹介したいと思いますが、ここまで2つの押し目買いのエントリーパターンを紹介してきました。1つ目が高値ブレイクの押し目買い、それから2つ目が水平線ブレイクの押し目買いですね。で、ここまでの説明を聞いて、押し目や戻り目を形成しやすい水準というのはあるんだろうか、そういうふうに疑問を持った方もいらっしゃると思います。これ答えはイエスです。実際にそういった水準は存在します。そしてその水準を見極めるために用いるのがフィボナッチリトレースメントというツールです。フィボナッチリトレースメントというのは、押し目や戻り目が大体どのあたりになりそうか、その目安を測るツールのことです。例えば、今の図の例だと、レジスタンスラインをブレイクしたこの安値からこの高値に向かってフィボナッチリトレースメントを引きます。すると、このように何本かのラインが表示されますが、これらのラインというのは、ここからここまでの値幅に対して何パーセント下がったのか、つまり、どの程度押し目を形成したのかのレベルを示したラインです。そして押し目や戻り目というのは 38.2% から61.8% の範囲に収まることが多いという特徴があります。この 38.2% から 61.8% の比率のことを黄金比と呼びます。繰り返しになりますが、相場に 100% はありませんので、これはあくまで目安、ガイドラインとして用いてください。では、押し目や戻り目になりやすい水準が分かったところで、さてエントリーじゃあどうするかというところなんですけども、これはそのゾーンに来るまで待てばいいということになります。待つといっても、このゾーンのどこで待てばいいのということなんですが、それは事前に決めてしまえばいいということになります。例えば50%まで押してきた時だけエントリーする。いやいや、多少損切り値までの値幅が大きくなってもいいから、相場の流れに乗ることを優先して38.2% まで押したら入ると決める。またはですね、自分はできるだけ期待値を高くしたいから、できるだけ下がるのを待って61.8% まで下がったらエントリーする。そういった具合です。皆さんもですね、トレードの好みとかスタイルっていうのがある方もいらっしゃると思うんですけれども、ご自身が何を望むかという点も考慮して決めていただくというのがいいと思います。先ほどもお伝えしたように、こことここの範囲内であれば正直どこでもいいんです。今日この動画を見るまで正直どこでエントリーすればいいのか見当もつかなかったという方ですね。例えばこういうところで入ればいいのか、もしくはこのレジスタンスラインを超えていくだろうという期待を持ってこの辺りで入ればいいのか、なんとなくこっちかなというように方向を当てるような感覚でエントリーしていたという方、このようなどこで入ったらいいのかわからない悩みというのは、ここまで動画を見ていただいた方であれば、すでに解決していることに気がついているかもしれません。実際そうなんです。ここまで来たら、あとはエントリーするかしないか、そしてエントリーするならどの水準でエントリーするかの決めの問題になってるんです。だいぶ悩みの質が変わってきたと思いませんか？
そしてどの水準でエントリーするかというのは、先ほども紹介した期待値、リスクリワードの問題と密接に関連してきます。損切り位置と利益確定の位置が同じなのであれば、当然安い価格まで下がったところでエントリーした方が期待値は高いです。高い位置で入ればそれだけ期待値は低くなります。こういうこともあるんで、先ほど期待値、リスクリワードのお話をさせていただいたんですね。今度はこちらのチャートを見てください。左はフィボナッチの 38.2% で上昇継続していったパターン。右は 61.8% から上昇継続していったパターンです。61.8% まで押したらエントリーしようとしていた人は左の動きには乗れません。38.2% でエントリーしようとしていた人はこの動きに乗れて利益も得られたかもしれません。でも相場に 100% はないのですから、次はどのレベルから反発していくかなんてわからないわけです。ですので、これは皆さん一人一人が自分のトレードの計画として決めないといけないことなんです。そして計画を決めたらそれに従ってトレードをする。こうなる想定でエントリーして、そうならなかったらその場合は損切りする。トレードはこれの繰り返しなんです。ではまたチャートを使ってここまでのお話を振り返っていきたいと思います。今表示しているチャートはドル円の冷やし2021年1月のデータを表示しています。ここの部分で3回頭を止められています。そしてこのレジスタンスラインから反落したところから反発が始まった場面です。この後の様子を見ていきましょう。はい、今ここでレジスタンスラインをブレイクしてきました。ポイントはこのレジスタンスラインをブレイクした時点で、このような高安切り上げの流れ、上昇トレンドがスタートしているということになります。先ほど確認したように、このレジスタンスラインをブレイクしたここの安値のところからフィボナッチを引いて、今回は例えば 38.2% のところまで押してきたらエントリーするというふうにしたいと思います。ではこの後の様子見ていきましょう。今ここで 38.2% のところまで到達しましたので、ここでエントリーというふうにしたいと思います。損切り位置はここのレジスタンスラインをブレイクした起点の安値ですね。損切り位置はこの上昇トレンドの根拠が崩れるこの安値の下に置きます。今回はこのように 38.2% の一つ下のレベルですね。50% のレベルのところから反発していった形になります。ですので、今回のケースに関しては 61.8% まで押してきてから入ろうと考えていた人にとっては取れなかったトレードということになります。では続いて5つ目の基本エントリーパターンを見ていきましょう。ここまでの4つは高値や安値、レジスタンスラインやサポートラインなどの水平軸でのエントリーでしたが、今度は斜め軸でのエントリーです。まずはトレンドラインカテゴリーから見ていきましょう。トレンドラインというのは上昇トレンド、下降トレンドに沿って引けるラインのこと。例えば図の左の例ですと、このような下降トレンドに沿って引けるトレンドラインのことを下降トレンドライン。同じように上昇トレンドですね。こういった上昇トレンドが発生している場合に、その上昇トレンドに沿って引けるラインのことを上昇トレンドラインと言います。それまで相場の流れを推進するガードレールのような役割をしていたラインをブレイクすることで流れが変わる可能性が出てくる。今の図の例では下降トレンドが終了して、これから上昇トレンドに転換していくかもしれない。これもですね、動画の前半でお話しした可能性が出てきたというお話を思い出してください。トレンドラインをブレイクしたからトレンドが変わるということではなくて、あくまでこれまでこのラインに沿って動いてきた相場の流れが断ち切れたので、これから流れが変わる可能性が出てきたという話です。そのためトレンドラインブレイクをエントリーの一つの条件とするという考え方です。ではまずはブレイクアウトのエントリーから見ていきましょう。ブレイクアウトはシンプルです。これまでの高値ブレイクや水平線ブレイクと同様に、価格がトレンドラインをブレイクしたことを確認したら、その直後にエントリーを行います。ではここまでのお話を実際のチャートを使って見ていきましょう。今表示しているチャートはユーロドルの4時間足、2023年5月のデータを表示している状態です。チャートの真ん中あたり注目をしてください。このような下降トレンドラインが引ける状態にあります。下降トレンドラインに沿ってこのように下降トレンドが推進している場面です。ではこの後の予想を見ていきましょう。はい、今このようにですね、大きなローソク足を伴って、このトレンドラインを上側にブレイクしてきました。これまではこの下降トレンドラインに抑えられるように下降トレンドが進展してきたわけなんですが、このラインを上にブレイクしたことで、これまでの流れが変わって、ここから上昇トレンドに転換するかもしれない。そのような可能性が出てきた場面ということができます。ちょうど今トレンドラインを上にブレイクしてきましたので、その直後にエントリーするというのが5つ目のエントリーパターンです。損切りはここの安値の下ですね。この安値のところから反発してトレンドラインをブレイク。ここから上昇トレンドが始まっていくのであれば、ここの安値から安値を切り上げていくという動きが想定されるからです。では続きの動きを見ていきましょう。
はい、このように上昇トレンドに転換しているということがわかります。ここからこのような形で安値を切り上げて高値を切り上げる動きが発生してますよね。では今度は6つ目のパターンとして押し目買いのケースを見ていきましょう。トレンドラインブレイクの押し目買いを考える上では、4つ目のパターンで紹介した水平線ブレイクを思い出してください。水平線ブレイクの後に価格が再びライン付近から反発していくロールリバーサルという特徴がありましたよね。実はこのロールリバーサルというのは斜めのラインに対しても発生することがあります。先ほどの水平線ブレイクのロールリバーサルを少し回転させると、このようにトレンドラインをブレイクしてからライン付近まで押してきた後に反発していくという特徴があります。ですので、トレンドライン付近まで押してきたところをエントリーポイントとすることができるというのが6つ目のエントリーパターンの考え方です。では今のお話をチャートを使って確認していきましょう。これは先ほども確認したユーロドルのチャートですが、このトレンドラインをブレイクした後の動きに注目していただくと、このようにトレンドラインの付近まで押してきてからそこから反発して上昇トレンドにつながっているということがわかります。先ほどの例だとトレンドラインをブレイクしたのを確認してその直後にエントリーするということでこのあたりでエントリーをしたわけなんですけども、今回はトレンドラインブレイクの押し目買いということですので、ブレイクを確認した後にそこからトレンドライン付近まで下がってきたところですね、そこがエントリーポイントということになります。ロールリバーサルですね、ピタリとこのライン際まで戻ってくるっていうこともありますし、今回の例のように少しラインから離れた位置で反発していくっていうこともあります。ですので、もう一つのやり方としては、先ほど水平線ブレイクの押し目買いのところで解説したように、このトレンドラインをブレイクした動きに対してフィボナッチを引いて、フィボナッチの特定のレベルまで押してきたら、そこでエントリーをする。そういうふうに考えることもできるということですね。損切り値の考え方はブレイクアウトと同じです。エントリーしたポイントから上昇トレンドが発生していくのであれば、ここのトレンドラインをブレイクした起点の安値から安値の切り上げが発生していくはずですよね。なので、ここを損切りとすることができます。もし仮にですね、このトレンドラインを上にブレイクした後に、そこからもう一度下がってきて、この安値を下にブレイクするような形になってしまうと、トレンドラインはブレイクしたんですが、そこから上昇トレンドに転換することができずに、再び下降トレンドが再開するという可能性が出ることになります。相場は何が起こるかわからないんでしたよね。ですので、そうなるかもしれないというシナリオが崩れたら、しっかりとそこで損切りをしないといけないということになります。では一旦図解に戻りたいと思いますが、動画の冒頭でお話しした上昇トレンドの定義をもう一度思い出してください。上昇トレンドというのは高値と安値の切り上げが継続している状態のことでしたよね。ではこの右の図に注目していただきたいんですけども、ではこの図で上昇トレンドがスタートするのはどこでしょうか？これもですね、ここまでの動画の内容の復習としてぜひ考えてみてください。はい。では正解をいきましょう。正解は、ここの高値を超えたところです。ここの高値を超えると、この高値が切り上がるっていうのはもちろんなんですけども、ここの安値の切り上げも確定するということになります。ですので、ここの高値を超えたタイミングというのが上昇トレンドがスタートするタイミングということです。ここからさらに上昇を継続していくかもしれない。その材料が揃ったということです。ということは、ここの高値を超えた後ですね、そこもエントリーポイントになり得るということになります。では、この点についても先ほどのチャートを使って確認していきたいと思いますが、まずはここから反発してトレンドラインをブレイクします。そしてそこから押し目を形成して、再び反発して、ここの高値を超えたところですね。そこがこのような上昇トレンドがスタートしたポイントということになります。では、トレンドラインブレイクのエントリーのまとめに入りましょう。ここまで見てきたように、トレンドラインブレイクのエントリーに関しては、基本となるエントリーポイントは4つあります。まずはブレイクアウトですね。このトレンドラインをブレイクしたことを確認して、その直後に入るというのが一つ目。そしてトレンドラインをブレイクしたことを確認して、ライン付近まで下がってきたところで入るというのが二つ目のエントリーパターンでした。そして三つ目というのが、ここの高値を超えてきた後ですね。こっちが二つ目で、こっちが三つ目となります。はい、あと一つは何でしょうか？水平線ブレイクのところで紹介したフィボナッチですよね。それを使ってもいいと思います。トレンドラインのブレイクに関しては、この4つがエントリーポイントの候補ということになります。トレンドラインのエントリーに関しては、動画の後半の実践編のところでまた戻っていきたいと思います。一旦次のエントリーパターンに進みましょう。次のカテゴリーはチャンネルブレイクです。7つ目の基本パターンは、チャンネルのブレイクアウトと押し目買い戻り売りです。チャンネルというのは、この図にあるように、相場がある一定の値幅間隔で進行するときに引ける2本の平行ラインのことです。左のように上方向に傾いているチャンネルを上昇チャンネル、下方向に傾いているチャンネルを下降チャンネルと言います。
チャンネルの特徴は一定の値幅を伴いながら進むということ。いわば道路の車線のような役割をしているラインなんですが、そのラインをブレークすることで、それまでの流れが変わる可能性が出てくることになります。このあたりの考え方はトレンドラインと同じですね。今の左の図の例では下降チャンネルに沿って相場が推進していましたが、このチャンネルをブレイクしたことで、下降トレンドが終了して、これから上昇トレンドに転換していくかもしれない。そのため、チャンネルのブレイクをもってエントリーの条件の一つとするものです。すでに図解の中にエントリーポイントを4つ示しているのですが、これもトレンドラインブレイクと同じ考え方です。では、チャンネルについても実際のチャートを使って見ていきましょう。今表示しているチャートはユーロドルの冷やしチャート、2022年10月のデータを表示しています。今チャートにですね、赤の2本の平行線で示したチャンネルを引いている状態です。この後の様子を見ていきましょう。今ここでチャンネルを上側にブレイクしてきましたので、今回のケースで言うと、チャンネルブレイクの時点ですでにこのような高値安値切り上げの流れというのが発生しています。仮にですね、チャンネルの上限のところまで押してきたところでエントリーしたというふうに仮定すると、損切り位置はチャンネルの上限をブレイクした起点の安値の下に置くことができます。ではこの後の予想を見ていきましょう。はい、チャンネルをブレイクして上昇トレンドがさらに継続していっている様子がわかると思います。では最後ですね、基本パターンの8つ目を見ていきましょう。8つ目もチャンネルのカテゴリーに分類されるんですが、チャンネル内のトレンドフォローです。このようにチャンネル内で上昇と下落を繰り返しながらも上方向に推進している相場において、チャンネルの下限付近から反発していく動きを狙うというものです。チャンネル内の上昇と下落の動きを細かく見ていくと、上昇の部分は上昇トレンドに、下落部分は下降トレンドになっていることが多いです。そしてチャンネル下限から再び反発して、チャンネルの推進方向に進む動きが継続するのであれば、この下限付近から再び上昇トレンドがスタートすることになります。その上昇トレンドの流れに乗るのが8番目のエントリーパターンということになります。ではここまでのお話を実際のチャートを使って見ていきましょう。今表示しているチャートはゴールドの4時間足、2025年1月のデータを表示しています。赤のラインで示した平行チャンネルが引ける状態です。下側の部分ですね、ここで1点、2点、3点。はい、そして上側に着目すると、ここで1点、2点、3点と反応している平行チャンネルを引くことができます。チャンネルの上限からですね、反落して下限に到達したこのあたりの動きを1時間足を使って見ていきましょう。はい、今1時間足に切り替えたんですが、この後の様子を見ていきましょう。はい、今チャンネル下限から反発してきたんですが、このあたりレジスタンスされているということがわかると思います。では引き続き動きを見ていきましょう。はい、ここでそれまで頭を押さえていたこのレジスタンスラインを大きくブレイクしてきました。このような上昇トレンドも発生しています。ではここからはですね、少し応用なんですけども、水平線ブレイクのエントリーパターンを思い出してください。レジスタンスラインをブレイクした後は、ライン付近まで押してから再び反発するロールリバーサルという現象が特徴の一つとしてありましたよね。今回もこのようにチャンネルの下限のところから反発して、レジスタンスラインで頭を押さえられて、そこをブレイクしてきたということで、このレジスタンスライン付近をエントリーポイントとして仮定したいと思います。ではこの後の動きを見ていきましょう。はい、その後の動きを見ると、今回はレジスタンスラインまで押すことなく、そのまま上がっていってしまいました。このレジスタンスラインまで押してきたらエントリーするという計画、シナリオを立てていた場合は、今回はトレード機会がなかったということになります。引き続き動きを見ていきましょう。今ですね、再びこのチャンネルの上限のところから反落して、チャンネルの下限まで到達して、そこから再び反発してですね、同様にこのようにレジスタンスされている状況が発生しています。はい、そしてさらに反発が継続して、このレジスタンスラインを上にブレイクしてきました。このレジスタンスラインのブレイクによって、このような上昇トレンドが発生したことになります。これ今さっき見た動きと全く同じパターンですよね。チャンネルの下限のところから反発して、レジスタンスラインで頭を押さえられて、そこをブレイクしてきたという場面です。では今回もですね、レジスタンスラインまで再び価格が押してきたらエントリーするというふうに仮定したいと思います。ではこの後の予想を見ていきましょう。はい、今回はどうでしょうか。今回はこのレジスタンスラインのところでピタリ反応して上昇していきました。損切り位置はここの安値の下にして、例えばですね、このチャンネルの上限付近まで利益を伸ばせたとすると、期待値、リスクリワードは 3.8 付近まで取れた可能性のあるトレードだということになります。はい、ということで、ここまで基本エントリーパターン8つを紹介してきました。図解とチャート両方で解説してきましたので、イメージもつかんでいただけたのではないかなと思います。
ここまで動画を見ていただいた方の中には、よし、今度からこのパターンが出たらエントリーしようと思った方もいらっしゃるかもしれませんが、それだけでは冒頭紹介したこのお話と大して変わりません。エントリーに関する2大間違いの1つ目のお話、エントリーポイントを探すということを覚えていますでしょうか？実はここまでのお話というのは、あくまでエントリーポイントだけに特化したいわば部品に過ぎません。部品というのは正しく使うべき場所に使って初めて役割を果たしますよね。最も大切なのはこの部品をどのように使うのか。ということで、ここからはこれらの基本パターンを使っていく上での実践的なポイント3点を見ていきたいと思います。ではまず実践ポイントの1つ目ですが、上位足の状況に注目せよということです。これについては実際の例をお見せしながら解説していきたいと思います。こちらのチャートは5ドル米ドルの4時間足、2024年4月付近のデータを表示しています。チャートの右側部分のところに注目をしてください。ここから大きく反発して大きな上昇が発生しています。そして反落したところからもう一度反発が発生してきています。この後の様子を見ていきましょう。はい、今ここの高値をブレイクしてきました。もうこの形ですね、だいぶ慣れてきたと思いますが、このような上昇トレンドが発生しています。そしてここの高値を超えてきたことで、この上昇トレンドの継続が確定したことになりますので、高値ブレイクのエントリーパターンのところで見てきたブレイクアウトまたは押し目買いのエントリーパターンを使ってエントリーをしていきたいと思います。今回はここの高値をブレイクした後に高値のところまで価格が再び押してきていますので、ロールリバーサルのパターンを使ってエントリーしたというふうにしたいと思います。この高値のところまで押してきたところがエントリーポイントということですね。そしてこれまで続いている上昇トレンドの根拠が崩れるポイントというのは、ここの安値になりますので、ここの安値の下に損切りを置いてエントリーというふうにしたいと思います。ではこの後の様子を見ていきましょう。はい。するとですね、このように高値を更新した後に急転直下で下落してきてしまいました。これは完全に損切りとなったパターンでしょう。実はこれですね、結構よくあるパターンです。一旦ですね、チャートを引きで眺めてみたいと思います。このように引きで眺めてみると何か気づいた方はいますでしょうか？ではですね、今開いているチャートは4時間足なんですけども、その上位足である日足のチャートを見ていきましょう。こちらが日足の様子です。この赤と緑のマークがついたところが先ほどエントリーしたポイントです。何か気づいた点はありますでしょうか？実はですね、ここの部分、こういうレンジ相場になっているんです。ここのですね、レンジの上側のところを見ていただきたいんですけども、ここで1回止められて、ここで2回止められて、ここのヒゲのところでも止められていますね。ということで3回止められています。僕は先ほどレンジ相場と言いましたけども、ここレジスタンスラインというふうに言うこともできます。レンジ相場というのは動画の冒頭でも説明したように、このように横ばいで推移している相場のことです。レンジ相場というのはこのように上限のところと下限の間で折り返す動きを繰り返すという特徴があります。そしてこれはもう一つ相場の動きの特徴なんですけれども、買い足の動きというのは上位足の状況に影響を受けやすいという特徴があります。先ほど4時間足では上昇トレンドが発生しているのを確認してエントリーとしましたが、相場をより大きな視点で上位足である日足で見れば単に横ばいのレンジ相場が発生している場面。なので、レンジのこういった上限のところから下落していく動きに今回は巻き込まれてしまったということなんです。ではもう一つ例を見ていきましょう。こちらは高値ブレイクのエントリーパターンで紹介したゴールドの日足チャートです。同じものを表示しています。先ほどエントリーしたポイントにこのように印をつけて、このようにチャートを引きで眺めてみましょう。先ほどの5ドルの例と比べてどうでしょうか？皆さんは何か気づいたことはありますでしょうか？念のためですね、上位足である週足の様子も見ていきたいと思いますが、週足このような状態ですね。先ほどエントリーしたところがここに位置しています。もう気づいた方もいらっしゃると思いますが、上に何も抵抗がないんです。当時のゴールドというのはですね、日々ですね、毎日毎週のように史上最高値を更新しつつある相場状況でした。史上最高値を更新しているということは、上に抵抗となるようなものが一切ないということです。もう皆さんお気づきになったと思います。5ドルのようにレンジ相場が継続している状況と、ゴールドのように日々史上最高値を更新し続けるような状況では、そこで発生した値動き、パターンの意味というのは全く異なりますよということです。これはですね、本当に落とし穴というか見落としがちになってしまうポイントですので、ぜひ気をつけてチャートを見るようにしてください。続いて実践ポイントの2つ目ですが、これは今回紹介した8つのパターンのうち、下段の斜め軸のエントリーに関する実践ポイントです。どんなポイントかというと、斜めラインは自己満足ラインに注意せよというものです。実はこの斜めに引くライン、トレンドラインとかチャンネルといったものですけども、この斜めに引くラインというのは結構くせ者です。
気をつけないと自分が引きたいラインを引きまくってしまい、そのラインに足元をすくわれるということになりがちです。ここではどんな問題が起きやすいのかという点と、その解決策をお伝えしていきます。まず問題点なんですが、斜めのラインは2点通ればほぼ無限に引けてしまうという点です。例えばこちらのチャートを見てください。このチャートで斜めのラインを引こうとすると、例えばこういうラインが引けます。はい。またこういうラインも引くことができます。こういう感じですね。で、さらにはこういうラインも引くことができます。かなり角度が急ですけども、こういったようなラインですね。で、今のようにですね、終わったチャートでラインを引く場合は、まだ冷静にラインを引くことができるんですけれども、実際にですね、リアルタイムで相場を見ているときに、こういう角度が急なラインを引きがちなんですね。はい、僕も散々やった経験ありますけれども、なんでかっていうと、皆さんエントリーしたいからこういうラインを引きがちなんです。こういう風にですね、ここにトレンドラインが引けるなっていう風になって、このトレンドラインをブレイクしたらエントリーできるかもっていう風に、エントリー視点でラインを引いてしまうっていうのは、特に最初の頃は結構あるあるです。で、あまりこういう自己満足ラインっていうのを大量生産していると、ブレイクしてエントリーしたら損切り。で、またブレイクし直したのでエントリーしたらまた損切りになったというようになってしまいます。では、こうした自己満足ラインを描いて負けを量産しないための解決策見ていきたいと思いますが、それがラインを引くルールを設けるというものです。今回ですね、このラインを引くルール3つほど例を紹介したいと思います。まず1点目なんですけども、3点通ったらラインを引くというものです。先ほど斜めのラインは2点が決まればどこでも引けるというふうにお伝えしましたが、3点だとそう簡単にはいきません。少なくとも真ん中のラインですね、こことここの2点しか通っていませんので、こういうのは対象外になります。で、2点で引くのであれば、見込みで引いておいて、線の種類を実線と点線で分けるなどして、3点で引けるラインと区別できるようにするといいと思います。はい。そうしたら次は2点目なんですけども、スイングハイとスイングローを用いるというものです。スイングハイとスイングローですね。初めて聞いたという方もいらっしゃると思います。ラインを引くときにですね、この高値と安値に注目してラインを引いていきますけども、高値や安値といっても、こういうローソク足一本一本の高値や安値もそうですし、一方でこういうふうにうねりを形成していくときに存在する高値や安値というのもありますよね。スイングハイ、スイングローというのは厳密な定義はもちろんあるんですけども、ここではイメージをつかんでいただくために説明すると、こういうようにうねりを形成した高値や安値のことを言います。スイングハイローは簡単に表示できるようにインジケーターを用意していますので、これを使うとどこがスイングハイでどこがスイングローかがわかるようになっています。このスイングハイローを表示するインジケーターは、スイングハイローの詳しい説明動画とともに概要欄にリンクを載せておきますので、関連動画と合わせてチェックしてみてください。では続きを見ていきたいと思いますが、スイングハイとスイングローを使ってトレンドラインを引こうとすると、もともと3本引いていたラインのうち、一番外側のラインのみが対象となります。このような形ですね。これスイングハイが1、2、3、4点通ったラインということになります。最後3点目なんですが、急騰急落の動きには斜めラインは引かないというものです。例えばこちらのチャートを見ていただくと、ここの部分の動きですね。ここも急落になっていますけども、ここは2点ですが、このようにスイングハイを使って引けるラインですけれども、僕の経験談ですが、こういうような急落の動きで引いたラインというのは注目されない、機能しないことが多いです。先ほどもお伝えしたようにですね、終わったチャートで見ると、こういうラインは引かないというふうに思っていても、これがリアルタイム相場でこのような状況になっていると、こういうラインを引いたりします。ということで、今回3つ例を紹介しましたけども、これそのまま使っていただいてもいいですし、これを参考にしていただいて、皆さんご自身でラインを引くときの基準っていうのを設けるといいと思います。では最後に実践ポイントの3つ目を見ていきましょう。これも特に斜め軸のエントリーポイントに関する注意点です。どのようなものかというと、トレンドラインやチャンネルをブレイクした先にある戻り高値に注意せよというものです。どういうことかというのを説明するために、先ほど用いたトレンドラインの図解に戻りたいと思います。こちらの左の図を見ていただきたいんですけども、このようにトレンドラインをブレイクした後に、すぐ真上のここに高値が控えていることがあります。この高値のことを戻り高値というんですが、この戻り高値のところから再び反落してくるというのもよくある動きの一つです。戻り高値とは何なのかというのをですね、こちらの図を使って説明していきたいと思うんですが、戻り高値というのは、このような下降トレンドが発生しているときに、最後の安値更新の起点となった高値のことを言います。同様に、このような上昇トレンドですね、高値安値切り上げの動きが発生しているときに、最後の高値更新の起点となった安値のことを押し安値と言います。
ではですね、もう一度この左の図に戻って説明を続けていきたいと思うんですけども、確かにここのトレンドラインはブレイクしました。ですので、それまでの相場の流れとは少し状況が変わってきてるっていうのは事実なんですけども、下降トレンドの定義ですね、もう一度思い出してみてください。高値と安値の切り下げが継続している状態のことでした。そしてこのトレンドラインをブレイクした状態の時点では、まだ下降トレンドが継続中です。なので、この戻り高値付近まで上昇してくると、トレンド方向に沿って売り手が参入してきやすいという状態にあります。確かにトレンドラインはブレイクしているんですが、相場にはですね、こういったラインには注目せずに、高値と安値の推移だけを見ている人もいるわけです。で、そういう人からしてみれば、この戻り高値付近まで上昇してきたところっていうのは、絶好の売りポイントになるわけですので、ここを起点に再び下がっていくっていうのはよくある動きの一つです。例えばこういうケースです。このチャートでも青のラインで示したように下降トレンドラインが引ける場面です。先ほどの実践ポイントの2つ目で触れたように、スイングハイを使って3点以上引けるラインです。ここのスイングハイで1点、2、3、4、5と5点のスイングハイを通って引ける下降トレンドラインです。今このチャートで見ると戻り高値はここの高値になっています。この下降トレンドにおいて最後の安値更新の起点になった高値ですよね。ということでここが戻り高値です。ではこの後の様子を見ていきましょう。ここで今トレンドラインを上にブレイクしてきました。はい、このように戻り高値のところからですね、再び下落して、ここの安値をブレイクしてきました。ということで、下降トレンド継続になったということになります。この場面でもしトレンドラインをブレイクして、ラインのところまでロールリバーサルで戻ってきたところでエントリーというふうにしたとすると、このように損切りになった場面ということになります。ここで動画の中で何回もお伝えした期待値、リスクリワードのお話を思い出してください。損切り位置はここにするでいいと思いますが、狙う方向ですね。この戻り高値までの距離が近いですよね。確かに下降トレンドラインはブレイクしました。なので、これまでの相場の流れとは少し変わってきてるっていうことは事実です。なんですけども、まだ高値安値切り下げの動きというのは続いていて、戻り高値から再び売り手勢力が入ってきて下がってくるかもしれない。そのように狙う方向に気になる抵抗要素がある中で、かつ期待値が低いということであれば、こういう場面はエントリーを見送る、もしくは戻り高値をブレイクするまで待つ。そういうふうに考えていけばいいわけですね。このようにですね、しっかりと相場の状況を見た上で、このエントリーパターンを使うべき場面なのかどうか見極めていくことが重要だということになります。では最後に MACST メソッドについてお話をしていきたいと思います。ここでお話しする内容は、今後皆さんがどんな手法を使うにしても必ず忘れないようにしていただきたいことです。今回動画で紹介してきたように、ローソク足の動きをベースに値動きで取引していく方法であっても、移動平均線や RSI などのインジケーターを使って取引していく方法であっても共通して言えることです。MACST というのは何の略なのか。M というのはマーケットコンディション、相場状況のことです。そして S というのがセットアップですね。はい。そして E がエントリー、またはエントリートリガー。そして次の S がストップロス、損切りですね。はい。そして最後の T がテイクプロフィット、利益確定のことです。では2つ目の S から見ていきたいと思うんですが、セットアップ、これはですね、エントリーする前に満たすべき条件のことです。例えばトレンドラインをブレイクした、高値をブレイクした、トレンド継続を確認したとかです。そして次の E なんですが、E はエントリートリガーということで、どこでエントリーするか。例えば水平線でロールリバーサルで戻ってきた。フィボナッチの何パーセントまで押してきたということです。そして次の S がストップロス。これは損切りのことですね。どこで損失を手じまうのかの計画のことです。最後の T なんですが、テイクプロフィット、利益確定のことですが、どのあたりまで狙うのかの目標をエントリーの前に事前に定めておく、これも計画のことです。特にこの最後の S と T ですね。これがないと、だらだらと含み損を抱えてしまったり、利益確定の目標に関しても事前に決めていないと、本来伸ばすべきところまで利益を伸ばせないために、期間収支がマイナスまたはトントンになってしまうっていうことになってしまいます。事前に計画をしっかり作ってさえいれば、そもそもしっかりそれを守れるかどうかっていうところももちろん関わってくるんですけれども、ポジションを持っている時に意識することができます。今回ですね、期待値とリスクリワードのお話何回もさせていただきましたけれども、リスクリワード1.5のところまで狙うつもりだったのに、1のところで利益確定してしまった。で、それはなぜなのか、突発的なニュースが出て相場が急変したからそうなってしまったのか、
または単に握力が足りなかったとか、含み益の金額を見ていたらついつい決済してしまったとか、そういうふうに計画と実績の再分析っていうのができますし、そこから課題を発見して対策を練っていくっていう改善まですることができます。で、最も大事なのが M なんですね。相場状況っていうことなんですけれども、今回の動画の中で紹介した例だとトレンド相場、レンジ相場の例がありましたよね。水平線ブレイクのエントリーパターンで紹介した例を今もう一度画面に映していますけれども、ゴールドは毎日史上最高値を更新するような相場でした。一方の5ドルはというとレンジ相場です。それぞれで同じエントリーのパターンが違う挙動を見せる例を紹介しましたけども、まず今はそもそも相場はどういう状態にあるのか、そこを正しく把握するのが一番重要だということです。で、これが間違っていると、後ろの S 以降の判断が全部見当違いのことをやるってことになってしまうんですね。この右側の5ドルの例はその典型的な例だと思うんですけれども、これ事前にですね、レンジ相場だということが分かっていて、ここにレンジの上限があるということが分かっていれば気をつけられるポイントです。こういうふうにですね、今偉そうに語っている僕自身も、ここの M のところを間違えて判断してしまう。重要な要素を見逃すっていうことももちろんあります。人間だから間違うのはしょうがないんですが、同じミスをできるだけしないように、大事なポイントを見逃しをしないように、しっかりとチャートを読んで、これをできるだけ見逃しや間違いを少なくしてできるか、それが最も大切です。で、ここがしっかりとできれば、エントリーポイントっていうのは自然と限られてきます。僕が今回この動画を作った理由は、冒頭お伝えしたエントリーポイントを探すとか、どこでエントリーしたらいいかわからないという悩みをできるだけなくしたかったからなんですけども、今回の動画を通じて少しでもそれにお役に立てればなというふうに思います。MEST ですね。この名称自体は僕が勝手につけているものなんですが、中身が重要ですので、どの手法を使うにしてもこれだけは忘れないようにしていただければと思います。はい。ということで、1時間を超える長い動画になる予定ですけれども、ここまで視聴していただいた皆さん、ありがとうございます。今までローソク足の動き、値動きにはあまり注目してこなかった方、これまでインジケーター中心でチャートを見ていて、値動きの重要さが分かったという方、僕のチャンネルはこのようにローソク足の動きに注目したチャートの読み方を解説しています。せっかく1時間近くですね、ここまで動画を見ていただきましたので、今回の動画と合わせて学習効果を最大化するためにおすすめの動画を紹介したいと思います。まずラインの引き方ですね。今回の基本パターンのところでもいろいろなタイプのラインが登場しましたけれども、水平線やトレンドライン、チャンネルに関してはこちらの動画1本で学べる構成になっています。ラインの引き方をデモ付きで解説していますので、ラインの引き方を学びたいという方はこちらを参考にしてみてください。続いてはブレイクアウトです。今回紹介したエントリーパターンの中でも、高値や安値、ラインのブレイクのお話が出てきましたが、ブレイクの見極め方をこの動画の中で詳しく解説しています。ラインの引き方の動画と合わせて視聴していただくと、よりわかりやすいんではないかなと思います。それから動画の最後で紹介した相場環境の把握に関して、テクニカル分析の観点で重要なのが環境認識という作業です。こちらの動画では環境認識の方法を実際のチャートを使った実演付きで解説していますので、苦手意識のある方は参考にしてみてください。はい、最後にですね、今回の動画で何回も登場した期待値、リスクリワードに関しては、資金管理の教科書という動画で詳しい解説をしています。トレードは今回のエントリーパターンのようなテクニックももちろん必要ですが、それと同様に重要なのがこの資金管理の考え方です。この考え方が備わっていないと、いくらテクニックを学んでも資金を増やすというところにつながっていきませんので、これから学びたいという方はこちらの動画を合わせて視聴してみてください。合わせて損切りと利益確定の考え方についても、それぞれのテーマごとに詳しく解説した動画を公開しています。これらは資金管理の動画と合わせて見ていただくことで、資金管理の理解がより深まりますので、合わせて視聴することをお勧めします。それでは今回の動画は以上で終了です。また次回の動画でお会いしましょう。